よっしゃ、気持ちいいね。よし。よっしゃ。はい、今回のキム・ケイのスタイルはですね、少し久々なんですけど、ため池にやってまいりました。秋、正直一番変化の激しい時期なんですけども、今回に至っては前日巨大な台風が通り過ぎておりますということで、多分、普通の夏パターンはもうガンと終わっちゃったんじゃないかなと思うんですけど、逆にね、水がコーンと入れ替わって、なんか新しいモーションがあるかもしれないんで、ちょっと強気に攻めていきたいと思います。頑張ります。朝一というか朝一じゃないんですよねもう実は、はい、僕もあんまりね、実は準備してなくて琵琶湖のまんまです。ゴリ巻きでこうゴリゴリゴリって巻く琵琶湖スタイルじゃなくて、ちょっとこう潜らして浮かべてのスタンスでいってみます。とりあえず足元はやっといた方がいい。朝一回ボトムタッチさせて浮かべての繰り返しで、こんだけ濁るとね、パンチ力重視でいった方がいいと思うんで、こっちはいいシェードやな。あんまゴリゴリって巻き通してしまうとやばいんで、潜りすぎちゃうので、当てては浮かして当てては浮かしてで、十分深さあるな。お、釣れそう。ちょっといきなり飛ばしていきすぎたコンってきたらめっちゃ嬉しいですけどね。多分今急激に水温下がってるのもあって、こっちから向かっていく型の釣りにしてますが、昼から浮かせにかかります。ちょっとね、さすがにああいうごしちゃごしゃのとこ、ハードルは用入れんなということで、こちらお待たせいたしております。グランドバスタークデプスのウェブメンバーモデルなんですけど、実は大変開発に時間がかかってしまっていますが、多分もうあとウエイト調整だけやろうということで、ちょっとボディの重さとかを今調整している最終プロトです。ちょっと早テストの結果聞かせろと言われているのでテストがてらやっています。タイガンブッシュにゾドかせたい。あと10センチ入れなあかんのか。こういうちょっと遠投せな対岸入らへんみたいなシチュエーション用に欲しかったというのもありまして、今まさにテスト向きですね。かかったらどうすんのこれえらいとこ入ったら出てましたよねこれ。フロッグやったらこういうことできちゃうので、抜くときはこうやって慌てずに直線で巻くんですね。ロッドワーク抜きでシャポーンで外れてくるので、ある程度攻めていただいて結構です。てか攻めなフロッグの良さが出ませんので、くそ、もうちょっと入るまでやり直します。そうあかんか。OK。今の完璧やったらもう一回。ルアーでかすぎんちゃうって言うて諦めたら釣れへんねん。
ドニゴリに最適カラーでいきます。実はこれね、このホワイトコンボね、これアメリカで使いたかったんですよっていうのもあって作ったんですけど、サイトフィッシング用じゃないです。白に反応良くなるので、結構ベイトフィッシュを追い出すと、そういうのに、ちょうど今いいかなということで、4分の1オンスのヘッドにパワーウィグラー、ちょっと色合わせてみました。このセッティングでいってみます。ちょっとこのインレットが届かない。ちょっと草邪魔やなこれ。ちょっと手前から甘めにいってみよう。ようわからんときはジグソーですが、とりあえずフォールでもトップでもないと思うんですよ今の状況。横でギャンっていかさなあかんと思う。一般論ではチャター、スピラベ、スイミングジグ以上みたいな状況ですね。完璧なとこ入ってるんですよね今。ちょっと風も当たっていい感じですけどね。はい、発見。これ釣り板やなこれ。枝について流れてきたよ一応こういうのも取っときましょう。いや濃いやな、丸めたろ。よし、ほらキャスト決まるようになったやろ。ライン拾ったらちょっと次はね、結構水深のない超浅い池なので、こちら名前知らんバイブレーションです。デプスの2019年度メンバー入会特典になるフローティングバイブレーションですね。ただ巻きでも当然いいんですけど、ちょっとこれで、クランク以上に浅いレンジ引いてこれるんで、少し潜らして浮かべてっていう繰り返しで狙っています。入れて潜らして浮かべるギランみたいなイメージね。風よ。なんか水がすごくフレッシュな水ですね。ちょっとでもあれちゃうかな、ローでかすぎちゃうかな。なんかギランを期待してしまうのは何なんでしょうね。いいルアーだっていうことですよ。なんか夢がありますよね。でも若干そういうルアーがいいんですよ。ギランってね。ちょっとガチインレット引きに行きましょう。おお、食った、今食った、くそ今食ったのに思いっきりもんどりましたよ。思いっきりもんどり。食え、もう一回食え。くそ結構でかいっす。うわくそ、1回しかやらへんやつか。マジかお前。ここでもうってなったんですけど、あかんな。あまりカバー打つつもりなかったんで。サージグにですね、クリーチャー系のトレーラーですね。これプロトタイプなんですけど、
これをつけたジグで打っていきます。かなりボワンボワン水動かす系クリーチャーを作っております。なんかこの足場の良さはでも日頃から皆さん打ってらっしゃいますね、ここは。ね、違うか。お、魚や。えいや出ましたね。秋のマグナム攻めでした。当たり方すごい良かったです。ゴンっつって全力やったのに向こうそんなになんか流れに固執してる感もないですよね、いまいち。水出てはないかも。釣れそうやけどね。ここ深いな、思いのほか。なんかすげえな、どっからこんだけの密度の青子が入ってきたんでしょうね。浮き青子である分には OK なんですけどね。あ、食った。よし。おお、いったやんか。お、しかも結構ええサイズですわ。カバンの中か。まあ今日はこういうことらしいですわ。まあ、ちょっと専用のパンチングタックル持ってきてなかったんで、ジグでふわっと落とす感じになったけど、まあ、今日はこんな感じらしいです。思いのほかなスパターンでしたね。まずまずのサイズですね。コンツァジグ8分の3オスにこのプロトタイプのクリーチャー系ですね。結構フォールの滞空時間長いんで、もうちょっと夏っぽい時はストーンって落とした方が反応いいんですけど、今はこういうスピードでもいいと思います。僕は結構ヘルシーな魚ですね。ルアーでかすぎんちゃうって何回か言うてもうたぐらい、結構今回イケイケで攻めてます。正直ね、台風直後の濁り強い状態だったら普通にクランクとかチャターとかで、パンパンパンと40アップ釣れるかなっていう雰囲気だったんですけど、ただそんないっぱい釣りたいっていうよりかはやっぱでかいの絞っていきたいなっていうのと、あとやっぱこういうでかい系勝負早いんですよね。なんでガッて引いてこれる力があるルアーである程度ちょっと状況判断したいなっていう意味もあって、結構実はこのイボーキ 4.0 とフローティングバイブレーション結構こだわって使ってます。はい、これね、完成度 70% ぐらいかな。もうちょっとだけ実はもう小さくしたりしようかなと思ってる段階の、プロトタイプのバークレーの、クリーチャータイプベイトなんですけども、超過としてはジグトレーラーですね。コンツァジグの8分の3オンスにしたものでカバー落ちで釣れてるんですけども、実はこれね、売ってよし巻いてよしっていうホグタイプですね。これ僕は琵琶湖のみならず、当然ため池、川、アメリカ、いろんなところでシチュエーションで釣りする上で、なんだけど自分の釣りの真ん中に来るクリーチャータイプが欲しかったんですよ。なんで水受けをしっかりしてしっかり動いてくれる、かつボトムに置いた時はしっかり倒れ込んでくれる、実はここがこうですごいんだみたいなクリーチャータイプじゃないんですけど、いろいろ使える世界中で、そういう基準のものを目指して作ってます。当然ジグトレーラーもいいんですけど、こういうフットボールヘッドですね。これ流儀のフットボールヘッドなんですけど、これに組み合わせた時の相性っていうのもすごい重視してて、当然スイミングでも普通のラウンドタイプとかアーキータイプよりもしっかり平坦な状態で泳いでくれるんで、こういうタイプのワームっていうのがより素直に動いてくれる。シャドーテールも当然そうなんですけど、あと、このままボトム打っちゃえっていう時にボトムつけてコロコロコロってやっても転がらないんで、いろんな使い方ができるっていう意味で、こういうシステムすごいいいなってことで、現在開発中と、ウェイトはもうじき発売予定です。実は0コンマ何ミリ単位のシビアな設定がありまして、
はい、龍儀さんすごい苦労されてます。いや夏やんみたいなちょっと巻きでドカンと言わしたいんですけど、多分ね昨日テンション上がりすぎて意外にそういうやつあんまりいいのかも。今日ちょっと実は今ちゃんとしたパンチングタックルじゃないんで、まあ、臨機応変に対応したという感じなんですよね。カバー打ちつつこれでいいやって感じで打ってるんで、明日カーンと晴れるようならちゃんとした PEC を持ってきなあかんかなと思ったりもしてるんですが、マグナムローテ言えへんやん。どうします編集長。秋のマグナムローテの構図が崩れましたよ。はい、おはようございます。2日目なんですが、昨日とは打って変わって寒いです今年初めてかもしれない、サブっていうの。一回水量がバーンと増えて、そっからダーって流して、減らしすぎたみたいな状態になってるんで、ちょっとクランクはちょっと引っかかるっていうか、底書いてしまうなっていうぐらいの状況なので、朝はちょっと軽めのこの4分の1オンスコンツァージグにパワービグラーっていうこの組み合わせで、ただ巻きやとちょっとまだ濁り強いんで弱いかなっていうことで、なるべくゆっくりかつ激しくでハイアピールカラーみたいな感じで狙ってみたらどうだろうということでやってみます結構えぐいとこにクランク通してたなというのが分かりましたね。カバークランキングやったんや。長距離変化の目まぐるしい感じがキムキンスタイルらしいですね。もうちょっといつも通りがええねんけど、びっくり。なんか今の怪しかったですけどね。横に走ったよ。多分枝やけど。わからん。よし、くっそ、今のは魚やったな。今のは魚やったで。浅いな食い。多分噛めちゃうで、今の。浅いな食い方を。今のは魚ですよ。あんなええ感じの枝ないもん、ここ。ちょっともう一頭だけと。結構ね、スローですよ、魚。ちょっと待って、トレーラー変えときますわ。クイグラはね、事情あるんで、しっかり糸巻いてアロン止めしてます、僕は。少しウイグラの頭を切って、ほんの5ミリぐらいに瞬間接着でしっかり染み込ませ、一発でちょっとこう反らすのがコツです。こっちの方がシャドウ出るってこう下に水がきっちり入るんで、より強くアクションします。嘘やん。今のでバレる？完全食うたですな。そんなあなたに一個だけ秘密兵器が、まだ言うたらあかんねんけどな、これ。パウイグラの小さい方。はい、ラス1です。これ、ラス1サンプルです。ですね。軽なったからあんま飛ばんようになったけど。なんならジグスト用にもう一回りちっちゃいシャドウテール欲しいなと思って作ったやつで、ちょっと今ファーストサンプル小さすぎて作り直して持ってるんですけど、なんか先っぽだけパクってやってるぐらいの程度の食い方なんで、わかんな、台じゃないと今度壊へんってことは83に台が
見合わせはね。では試行錯誤の展開です。一緒やんけってなりそうですけど、もうなんならちょっと勢いでカカカって食い込ましたいなってことで、4分の1から8分の3に変更です。ちょっと振りのストロークもちょっと早めでいきます。4分の1より水グリップするので、よし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 。ああ、行き過ぎたパーフェクト一歩手前。狙ってるとこ分かってもらえます？あ、今追い風来た、追い風来た。向けに追い風が吹いてきた。オッケー、完璧。これ完璧です。ちょっと大事にしたいけど、大事にジグスで。よっしゃ、これ。ここあかんか。くそ、2回枝クリアしたな。移動しますか。スコンパーチからゴールデンシャイナーかな。はい、足元までついてきてドーンみたいなのを期待してるんですけど、いい感じのボトムかいねんけどな、ここ。お、食った食った食った。よし、巻き始めて食うたぞ。昨日のよりかは多分マシっすよこれ。多分おっしゃおっしゃおっしゃ、ナイス。おい、出たでマグナムフィッシュ。おい、魚。もうね、結構気の際に入れて巻き始めでもう多分インパクトだけで食うてきました。やったー。いや、巻き始めで食うたんでね、こうリアフック係ですね。止めた時に食うたら大体真ん中係なんやけど、これはもうほんまに巻き始めであ、食ってるみたいな感じでしたね。パンチ力で読んできた感じです。いや、やっとこれ系ドカーンっていってくれる感じになりました。ちょっと水温まってきてこれからやと思います。まぐれは思ってるでしょ。俺は思っている多分今これピッチングの距離なんで、潜ってる言うても1メーターぐらいなんですよね。しかも足は高いでしょ。これで十分なんです。秋のため池ですね。ちょうど台風通過後ということで、いきなり気温が一旦ボーンと、水温もドーンと下がって、でまたちょっと暖かくなってきたなみたいな状態のタイミングなんですよ。雨が降って水温が下がって、でまた暖かくなって、こうやって徐々にこう季節って進行していくんですよね。でこのタイミングで、正直、ロケため池でって言われた時に僕もちょっと考えたんですよ。何やろうかなと。ひょっとしてこのキムケンスタイル始まって以来最高にこう何やっていいかわからない状態で挑んでるんですよね。言うてもストロングに行きたいなということで、大まかに2セット用意してきてます。1本は、これサイドワインダーのフェルデランスに、ちょっとマグナムクランプ濁ってたりしたらあるかなってことで、琵琶湖でマグナムを巻いてるそのまんまのタックルですね。レボブインチギャヒ5ですね。フロロ20ポンドで、こちら長っていうハンドルですね。これ実はトリプルフィンガーリフトって言って、従来やったらこれ僕ダブルフィンガーリフトっていうこれ2本指がかかるハンドルやったんですけど、なんとこいつ3本バージョンです。はい、去年ぐらいからちょっと頼むし作ってくださいって言ってたんですよ。琵琶湖のマグナム巻くのしんどすぎて、今年に入ってから「それあれってどうなりました?」って言って「あれマジだったんですか?」って言われて「いやマジですからお願いします」って言って、ちょっと大至急作っていただいたもので、なんと発売のめどが立ちました。ようやくこれでマグナムクランクと、このデプスからこのウェブメンバールアーですね、フローティングバイブレーション、これを、メインで使っていってて、マグナムクランクだとどうしてもなんていうの、潜りすぎるケースっていうのはあるんですよ。超シャロー、特に減衰し始めた池とかってもうすぐに巻き始めてすぐにザクっていっちゃうんで、そういう時は、このバイブレーションで、逆にボトムここは当てていった方がいいなっていう時はイボーク 4.0
っていう感じで使うわけですね。もう一本の方はごめんなさい、これちょっと出る予定も何もないんですけど、サイドワンダーの7フィート2インチのプロトタイプに、レボエリート8にフロール20ポンド TFL100 っていう組み合わせのもの、これは、スイミングジグだったりとか、チャターもありかなとか思ったり、あとはバズベイトでジグ、いろいろ一通りできるなっていう、王道的なコンボなんですけど、あえて、P 巻いてあるリールですねっていうのをタックルバッグに忍ばしています。ブラックナインで、これでちょっとベジテーション打ちたいなっていう時はもうリール入れ替えて使うっていう感じで、あえてロッドの本数を減らして、2本体制で回っていくスタイルですね。とにかく秋っていうのは臨機応変、これがすごい大事だと思うんですよ、結果。なんで臨機応変にこれやりたいし、これいけそうやし、この意見にしようかなみたいな感じでちょっと回っていくイメージですね。濁り絡んでないわな。全然濁ってないな。はいおらんしてました。僕フロッグ実は得意なんですよ。最近の子はしないやろうけど、バスタークは滑らないでしょ。他のフロッグやったらもっとつるっていってまうんですよね。バスタークでも滑るとこは大体突き破れないです。ギル浮いてますわ。今日はちょっと真面目なパンチングをやるため P タックルで挑みます。ガチパンチです。でフッキング率が高いということで、最近パンチでもほぼビステキ仕様です。でダブルパロマノット二重にしたバージョンのパロマノットですね。2回くぐらせる。でもう引き込む時点で抵抗がぐっとかかるので、一応ハーフヒッチ2回ぐらいやってきます。はい、完成。でワームはですね、こちらレジェンドパーホッグ4インチ、1オンスが必要ってほどの濃さではないんで、あえて 17.5 グラム、8分の5ぐらいかに30ですね。でこのビステキやと食った時にガッと全部食っちゃうんで、こう進化が針先の位置から逃げてくれるんですよね。なんでフッキングの妨害にならないということで、ほんまはフロッグで出したいんですけど、状況的にただ濃すぎるんですよ。ちょっと基本フロッグで出せる出せないの僕なりの基準なんですけど、この立って持てるかどうかです。立ってまうとこはね、大体フロッグ滑ってまうんで突き破ってくれない。そぼペタッとしてるエッジ側のやつとかやったらフロッグでいいんやけど、ここは打つべし、糸吹きをちゃんと出しとかなダメなんで、スプール回して落とすのはいけてないです。糸を多めに出すっていう、着地のこう着地ですね。要はマットについた段階でもうすでに竿先倒すだけでボトムバネ分の糸吹きを与えておかないと、途中でこうリールのスプールスルスルって回して落とさなあかんことになるじゃないですか。そういう時ってね、ルアー意外とまっすぐ落ちてないんですよ。なんでこう最後にキュッて引いて多めに出す。そしたらもう次糸張った頃にはもうルアーボトムにありますよ。ここ大事です。なんかおったな今。しまった。直撃してもうた感ある。なんか周りにおった揺れ方でしたね。これ多分ペッタペタにおるな、裏の。ちょっとちょぽん言わさんようにキャストせなね。こうパスって。くたくた。いきます。よっしゃ、気持ちいいね。よっしゃ、おい、よっしゃ、気持ちいい。いい隣でした。久しぶり。レジェンドパーホーグ4インチの 17.5g ビーフテキでした。気持ちいいわこれやっぱこれを合わせっていうんですわ。
キュンキュン言ってたでしょやったらできる。そう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 って編集長がずっと言ってるイメージで、そう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 。あ、オッケー、これ魚やな。これは魚やな。うっさ、うわ、おい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 、ちょっと細い子ですけど、はいはいはい、パンチング、はい、キュンキュンはしてます。パワーフォグ、レジェンドパワーフォグですね。なんか明らか上ずってリンゴですよね、これ。どこ今の。結構パワフルでしょこれ、グラノマスターは。そしてね、うちの子はね、滑らないんです。グリップするんです、その場で。ほら、従来パスターク以上にウエイトがあるので、余計にグリップ力がアップしております。あ、なんかライン上でもじったこれオッケー。加えてない、くっそ、今出たやんけ。今完全にスイッチ入っとるっすね、これ。一匹パコンやるとこのやつもスイッチ入る。スイッチ入るやつおるかどうか一回ちょっと荒らしています。これをフロッグの仕込みと言います。今日初めて言うだけど、まだ今でんでいいんですよ。仕込み段階でちょっと荒らして切るとかが集まってきます。これになんやなんやつって、あかんな、ざわめかへんか。これでざわめいてたらもうビンゴなんですけどね。あ、ギルいた。ここにいちゃう。くったちゃう。くったくたくた。いきます。あ、くそ。今食ってたよね。多分。違ったん。気のせい。気のせいなんてことあるか。こんなにパンチ。黒い影が潜んでいる。こういうの見とらへんすね、多分どうせ。OK、行きましょう。いらっしゃい。あ、やばい、ここ釣れそう。まあ、池によってちょっと段階が違いすぎてややこしいし、バズで読んでみます。秋っぽいやつ。このシーンが使われているということは何か起こります。空きれい。めっちゃ夕焼けやばいですね。OK、ラスト。お疲れ様でした。ややこしかったです夏な一面もあり、秋な一面もあり、何もできない一面もありでしたが、まあ秋ってこんな感じです。はい、まあそれなりに、まあ、マグナムでも釣れたし、パンチでも釣れたし、よしとしましょう。ありがとうございました。